おじさんのレストラン。今日もお客さんが来ないな。すみません。空いていますか？はい、どうぞどうぞ、お入りください。ありがとうございます。一人ですけど大丈夫ですか？もちろんです。好きな席にどうぞ。じゃあ、カウンターで。はい、いらっしゃいませ。今日は寒いですね。はい。外は風が強いです。あの、メニューはありますか？メニューは一つだけですよ。醤油ラーメンです。一つだけ？はい、35年間この味だけです。35年。すごいですね。あの、私は藤井遥です。東京から来ました。東京から遠いですね。何のお仕事で？えっと、ライターをしています。いろいろなことを書く仕事です。ライター、いいお仕事ですね。私は高梨義雄です。この店の主人です。62歳です。よろしくお願いします。高橋さんはずっとこの町ですか？はい、生まれてからずっとです。この店は27歳の時に開きました。27歳から。それは長いですね。長いですよ。さて、ラーメン一つですね。はい、お願いします。お待たせしました。醤油ラーメンです。わあ、綺麗ですね。いただきます。ゆっくり食べてくださいね。スープの色がとても綺麗ですね。透き通っています。ありがとうございます。朝の5時から作っていますから。5時。毎日ですか？毎日です。35年、毎日。麺も美味しいです。ちょうどいい硬さですね。あ、藤井さん、これもどうぞ。え、餃子ですか？頼んでいませんけど。サービスです。今日はお客さんが少ないので。そうですか。ありがとうございます。いただきます。うーん。あ、皮がすごく薄いですね。もちもちしています。ありがとうございます。皮は手作りです。3年前に作り方を変えました。3年前に？はい。前の皮は厚すぎました。ある人に教えてもらったんです。そうですか。あ、藤井さん、左手にほくろがありますね。え、はい、ありますけど。いえ、すみません。気にしないでください。高橋さん、すみません。このラーメン、おいくらですか？850円です。餃子のお金は？いりません。サービスですから。でも、悪いです。払います。払わないでください。あ、これもどうぞ。え、チャーシューですか？頼んでいませんけど。特別なチャーシューです。食べてみてください。高橋さん、もう食べられません。ラーメンの中にもチャーシューがありましたよ。このチャーシューは違います。3年前にレシピを変えました。また3年前ですか？はい。前のチャーシューは硬すぎました。そうですか。いただきます。うーん。確かに
すごく柔らかいです。美味しい。よかった。安心しました。安心？なぜですか？藤井さんに気に入ってもらえて。私に？初めてのお客さんなのに？初めてのお客さんは大切ですから。そうですか。あ、これも食べてください。煮卵です。高橋さん、また頼んでいません。この煮卵は自信作です。味がしっかりしていますよ。高橋さん、質問してもいいですか？はい、どうぞ。なぜこんなにたくさん出すんですか？初めてのお客さんに。藤井さんが食べるのが上手だからです。食べるのが上手？はい、さっきからスープの色を見て、麺の硬さを確かめて、皮の厚さに気づいて。普通のお客さんはそこまで見ません。食べることが好きなだけですよ。そうですか。ところで藤井さん、はい、さっき前よりと言いかけましたよね。え？スープを飲んだ時です。前よりと言ってすぐやめました。そんなこと言いましたか？言いました。前よりということは、前にも食べたことがありますよね。いえ、言い間違いです。そうですか。はい、藤井さん、正直に聞いてもいいですか？何ですか？ブログを書いていますか？食べ物の。なぜそう思うんですか？ライターで食べ物をよく見ている。勘です。ブログは書いていません。じゃあ、はるかのキッチンというブログは知りませんか？有名な食べ物のブログです。匿名の。知りません。面白いですね。そのブログの名前ははるかです。藤井さんの名前もはるかです。偶然です。偶然ですね。もう一つ偶然があります。何ですか？3年前にそのブログにこの店のレビューが出ました。とても厳しいレビューでした。何と書いてあったんですか？スープが薄い、チャーシューが硬い、煮卵の味がしない、餃子の皮が厚すぎる。そして最後にこう書いてありました。なんと？35年続けても美味しくない店は美味しくない。高橋さん、あのレビューの後、お客さんが半分になりました。すみません。でも、あのレビューは正しかったです。え？スープは確かに薄かった。チャーシューは硬かった。煮卵は味がなかった。怒っていないんですか？最初はとても怒りました。1週間眠れませんでした。すみません。でも、1週間後に全部のレシピを変えました。全部ですか？スープを濃くしました。チャーシューを柔らかくしました。煮卵に新しい味をつけました。餃子の皮を薄くしました。だから、さっきから全部サービスで出していたんですか？はい。今日の料理は全部あのレビューへの答えです。
最初から私だと分かっていたんですか？ブログの写真に手だけ写っていました。左手に小さいほくろがありました。だからさっきほくろを見ていたんですか？すみません。確かめたかったんです。高橋さん、本当にすみませんでした。あの書き方はひどかったです。謝らないでください。でも、美味しくない店は美味しくないなんて。ひどかったです。でも、嘘ではなかった。藤井さん、一つだけお願いがあります。何ですか？もう一度、レビューを書いてくれませんか？え？今日食べた料理で、正直に書いてください。また厳しいことを書くかもしれませんよ。構いません。正直なレビューが欲しいです。高橋さん、はい、一つだけ正直に言ってもいいですか？どうぞ。このラーメン、前と全然違います。美味しいですか？美味しいです。本当に美味しいです。ありがとうございます。でも高橋さん、はい、サービスで出した料理のお金はやっぱりもらってください。なぜですか？美味しい料理にはお金を払います。それが私のルールです。じゃあ、お会計は2800円です。払います。でも領収書をください。取材費と書いてください。取材費？じゃあ、次のレビューは？来週書きます。正直に。怖いですね。高橋さん、一つだけ先に言っておきます。何ですか？今回は星は一つじゃないです。ありがとうございます。おかわりはいりませんか？